こんにちは。僕は日本で生まれて日本で育ちました。今日は日本語で話を聞きましょう。僕が日本で育ったその時に感じたこと、良かったこと、悪かったこと、そんなお話をします。はい、こんにちは。OK ジャパニーズです。僕はこうやって YouTube をしています。YouTube をする前はミュージシャンをしていました。会社員として働いたことは少しだけです。大学、中学、高校、小学校、幼稚園、すべて行きました。はい。そして僕は日本で生まれ、日本語を話して、日本の社会で生きてきました。まず僕の性格を話します。僕の性格は細かいことが気になります。小さなことや細かいこと、例えば人が考えていること、人の表情、人の言葉、とても気になります。そして人と一緒に何かをするのが苦手です。はい。特に、学校、多くの人がいるところで生活するのは僕は得意ではありません。一人二人、三人は大丈夫。でも10人、20人、30人、大きいととても大変になります。それはなぜならいろいろな人のことを考えてしまうからです。細かいことを考えるのに一人ならまだ考えられるけど、もう10人になるともう考えられませんね。なので疲れてしまう。はい。そんな性格の僕、はい、です。そんな僕が日本で育った時に思ったことです。はい。まず、子供の時は、名古屋で育って、大学生まで名古屋にいました。大学生まで名古屋にいた。で、その後は東京に行きました。東京に引っ越したんです。そしてそこで僕は大きく人生が変わりました。性格も変わりました。とても自由になりました。はい。それが大きな変化です。今から話す話の僕の子供の時は大変だった。でも大人になって自由になって少し楽になった。少し、生きるのが楽になりました。はい。まず日本の幼稚園ですね。幼稚園ではクラスに、20人ぐらいいたかな。一クラスに20人ぐらい、いました。まあ多いですよね。少なくない。それで、まああまりね記憶はありません。あまり覚えてないけど、まあやっぱりね、みんなと一緒にご飯食べて、みんなと同じ、服を着て、みんなと同じ、歌を歌って、みんなと同じように生きる、そういうことをね、勉強します。それを学ぶ。それが幼稚園です。これは日本だけではないですよね。どの場所も一緒だと思います。はい。で、小学校も同じ。小学校もしっかりと勉強しよう。勉強して、いい成績を取ろう。
いい成績100点を取ろう。100点を取って、成績がつけられますね。1から5まで。5いいですよっていう風に学校で教えられます。で、僕ね、小学校途中ぐらいまでは、3年生ぐらいまではね、まあまあ大丈夫でした。はい。すいません。今気がついたんですけど、今気がついて靴下に穴が開いてます。すいません。この靴下もね、穴開いてますけど、でもまだ使えるからね、もったいない。小学校の途中までは楽しかったです。でも、5、6年生ぐらい ?5 年生、6年生ぐらいから、なんかちょっと、生きづらいなんかちょっと、なんか変だなぁと思い始めました。それまでは友達たくさん、友達はずっといます。友達はずっといるけど、中学生になって、中学生になったら、インターネットが来たんですよ、僕に。僕はインターネットを使えていいよってなって、家にパソコンが来て、それにハマっちゃってね。で、インターネットを毎日やって、どんどん内向的になりましたね。あまり、外の人と遊ばず、ゲームをしたり、ネットの世界にいました。で、それで部活もね、やらなかったんですよ。本当は囲碁っていうボードゲームをやりたかったんですけど、部活がなくて、作ろうって言ったんだけど、友達は、囲碁って言って、結局、囲碁部は作れなかったんです。だから僕は、帰宅部になりました。家に帰る部活。だから何もしてない帰宅部になりました。で、それで、どんどんやっぱり人と交流しなくなったんですね。人と喋らなくなった。はい。そして、その時に音楽も始めました。ギターを始めて、ビートルズが大好きになって、ずっとビートルズを聴いて、ビートルズをギターを練習して、ギターすごく上手くなりました。友達はどんどん減りました。ちょっとみんな静かな内向的な友達がいっぱい増えました。小学校ではね、元気な友達がいっぱいいたんですけど、中学校ではもう内向的。そしてそのまま高校に行きます。高校で最初、これは良くないなと思って、今までの自分を変えようとちょっと思ったんですよ。だからテニス部に入りました。テニスをやって元気になろう、明るい人間になろうと思って、それを日本では高校デビューと言います。なんか変わるタイミングで今までの自分と全然違う人になる。例えばいきなり髪の毛染めて茶髪になったり、いきなりギャグをたくさん言う人になったり、それを高校デビューとか中学デビューと言います。僕はもうテニスで明るい高校生活だと思って、その3ヶ月ぐらいやってたんですけど、やってたら友達のテニスラケットが頭に当たって、ドーンわーって僕はやめました。はい、僕はそのテニス部をやめました。この話どこかでしたかもしれませんね。どこかのエピソードで話したかもしれません。はい。で、僕はもう
高校デビューに失敗します。結局は僕は、インターネットの世界、そして音楽をやるんだということで、バンドを始めます。はい。その頃僕は、クラスの中では、まあ、静かな人たち、目立たない人たちのグループにいました。うん。当然、彼女もいませんでした。もちろん、一人で。ね。好きな人はいましたけどね。はい。でも、伝えることはできず。はい。はい。ということで、まあそんな中、結局はバンドをね、始めましてと。うん。でまあだから、高校の時も、みんなと同じことをしてるのが結構大変だったと思います。すごく緊張していましたね、毎日。人の目を気にしていました。人がどう考えるのか。例えば高校だったらみんな髪の毛をかっこよくして、みんな服装もかっこいい服を着て、例えば高校の制服、ボタンがありますね。ボタンを上まで止めるとかっこ悪い、ダサいとか弱そうとか、そういうふうに言われるんですね。だからそういうふうにならないようにボタンを開けて、第一ボタンを開けたりとか、髪の毛をおしゃれな場所で切ったりとか、いろんなことをしました。これは世界どこでも同じかな。きっと世界中でありますね。何がかっこいい、何がかっこ悪いっていうルールがたくさんあって、すごく狭い範囲でかっこよさが決まる。かっこいいという基準が狭い。考え方に幅がないですね。で、特に愛知県の、名古屋という場所は、人はたくさんいますが、日本のほとんどのところと同じような考え方の人が多いと思います。例えば東京のようにいろんな考えがあって多様性があるということはないですね。ニューヨークのように多様性があるとか、いろんなね、大きな街、ロンドンとか、いろんな大きな街がありますよね。うん。中国の上海とか、そういう街ではないから、うん。考え方に幅がない。うん。それが辛さの原因、生きづらさの原因だったと思うんですね。で、高校生、大学生まではもうそこに気がつくことができませんでした。大学生になっても、やはり次は就職しなければいけない。いい会社に入って、いい家を買って、まともな人間にならなければいけない。ちゃんとした人間にならなければいけない。会社に入って会社になる。それがもう95%。それ以外はもうダメです。そんなプレッシャーがありましたね。それは僕が考えすぎていただけかもしれません。でもそこからこう出る
力もなかったんだと思います、その時は。それを無視するとか気にしない強さもなかっただと思います。就職はどこにするのとか、ね、どんな会社に行くよとかね。もっといいところ行けるんじゃないのとかね。そこの会社に就職したの？嘘、もっとできるよとかね。そういうことを言われた記憶がありますね。うん。そして就職して、もう失敗ですよ。もう苦しくて、もう毎朝電車に乗って、もう100人ぐらいオフィスに人がいるところに行って、働かなければいけない。で、僕はもうそれがもうできなくって、半年ぐらいで辞めました。辞めました。はい。でそれ辞めて、もう東京行こうって言って東京に行ったんですね。でその時は、もう音楽を僕はやるんだ。ということで東京に行きました。会社辞めた時も、もう結構心が疲れていて、休まなければいけなかったんですね。なので、辞めたんです。会社をね。で、そしたらもう普通の考えって言ったらもう終わりですよね。もうあなたの人生、レール、はい、外れました。95% の人とは違う人生です。はい、もうダメ、失敗。みたいなね。で、僕はもうちょっと、どうしようっていうね。どうしようかな。まあでも、うちの家族は、とても理解があるというか、もうあまり気にしない。社会のことをあまり気にしない人たち、ね、家族なので、本当に助かりました。それで、家族まで、お前はもうダメだ、終わりだ。もう、日本では生きていけないぞ。この社会では失敗した人だとか言われたらもう、ちょっともう、辛いですよね。だから、そういうことではラッキーでした。もう家族が、僕の、なんて言うんですか、守ってくれた。家族が、守ってくれたから、なんとか別のことをやろうと思えたんですね。はい。それで僕は、よし、音楽やるぞ。バンドやるんだって言って、東京に行きます。はい。このエピソード、思ったより長くなってきましたね。はい。これがちょっと、すいません、暗い話になってしまったんですけど、僕の最初ですね。そっから、僕が東京っていう場所があるんだ。で、そこで、僕もこういうふうに生きられるんだ。95% じゃない生き方がいっぱいあるんだって、すごくもう目が開いて、生きていけるぞ。生きていけるんだ。この生き方でもいいんだ。っていうふうに思った、そういう話を後半でしますね。はい。では、今日のエピソードはこれでおしまいです。はい。トランスクリプト、OK ジャパニーズのウェブサイトがあるので、もしよかったらそこで登録して見てもらえると嬉しいです。それではまたさよなら。